皆さんこんにちは。 Learn Japanese with Fun のリカです。こちら前回の前半編に続き後半戦を紹介してまいりますが、どこからでも楽しんでいただける内容になっていますので、前半戦まだの方はこの動画の後にでも見ていただけます。こちらの動画でそれでは日本語に関する面白い内容残り3つ。今回は時間に関する日本語です。それではお楽しみください。3つ目はおやつという言葉です。おやつ皆さん食べますか？私は割と食べますね。お昼ご飯の後、午後になってお腹が空いて何かお菓子を食べたりとか、皆さんはどうですか？このおやつという言葉、何か数えてるように聞こえませんか？そうなんです。おと8つですね。8つ、1つ2つ3つのこの8つですね。でもなんで8つなんでしょうか？8つドーナツを食べますか？ちょっと食べ過ぎですね。違うんです。この言葉ができたのは江戸時代。江戸時代は鐘や太鼓を鳴らして人々に時間を知らせていました。9つから始まって、9つが23時から午前1時、そして8つが1時から3時、7つが3時から5時、そのように数が減っていきます。そして4つが9時から11時で、そこまでいくと9つに戻るという感じだったそうですね。で、繰り返しになります。987654 987654って感じですね。そう、9つの時は9回鐘を鳴らします。そのようにして庶民の人に時間を知らせていたそうです。なんで9つから始まるかには諸説あるそうなんですが、古代中国や医学では9が縁起のいい数字とされていたからではないかという説があります。そして先ほども江戸時代1日2食だったという話がありましたが、そうなんです。1日2食でちょうど小腹が空いてくるその間の時間、それが8つの時間だったんですね。今の13時から15時頃、そんな時間だったんですね。ここに丁寧なおをつけておやつ、おやつとなったそうです。さあ、もう一つ時間に関する言葉、皆さん四六時中って聞いたことありますか？ずっとってことですね。リカさんは四六時中フランス語を勉強しているんですよとか上手になりたいのでね、ずっと勉強したいと思いますが、なんてこの言葉、四六時中、四六、4と6が出てきますが、これ四六24、掛け算ですね。日本では九九と言って掛け算をたくさん言って暗記するんですけど、 4×6 は四六24と言いますね。そうなんです。24時間なので四六時中というのは24時間の意味なんです。納得できますね。さあ、旧暦ではというと、私のチャンネルで昔のカレンダーが出てきたりしましたが、これ昔の時間を数える数え方というのも今とは別で日本にあったんです。その時使われていたのが12国。12国に12子を当てはめて数えていました。12に分かれていたので、1国はだいたい2時間ぐらい。その当時は四六時中ではなく二六時中と呼ばれていたそうです。そうです。2×6、26、12。そうですね。辻褄がありますね。そして皆さんも正午とか午前、午後っていう言葉を知っているかもしれませんが、ここに出てくる午、この漢字は十二支の馬の漢字でもあります。そう、勘のいい方は分かりますか？馬の国。そうですね。この12国の馬、これが11時から13時、ちょうどお昼の正午の時間なので、そのど真ん中が正午、そしてその前が午前、その後が午後、そういう言葉になったんですね。5つ紹介しましたが、皆さんいかがでしたか？日本語って面白いですよね。そしてこの本にまだまだ皆さんに紹介したいことがあるので、面白い日本語についてまた動画を出す予定でおります。面白かった、学びがあったっていう方は高評価ボタンをお願いします。そして感想やもしくはこれってこうなんじゃないですかといった疑問などあればぜひ教えてください。そうですね、皆さんの使う日本語以外の言葉でもいいですよ。
もし面白い成り立ちや意味、あとはこういうところが面白いとかあったらぜひ教えてください。私は日本語と英語を教えているんですが、これまで中国語を学んできたり、そして今はフランス語を勉強しています。言葉についてとっても興味があるので、皆さんと一緒に楽しむことができたら嬉しいです。今日も見ていただきどうもありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。皆さん良い一日を。バイバイ。